ソフト企業がたった1四半期で売上高 85% 増を叩き出したのだ。しかも純利益は前年比4倍、株価は上場から5年で10倍超なのだ。85% 増ってほとんどの企業が 10% も成長できない時代に一体どこの会社の話ですか？それって NISA で持ってる人はすごいことになってますよね。今日は5本のニュースを深掘りするのだ。最後に紹介するイーロン・マスクの話が日本の個人投資家に一番直撃するのだ。まず1本目、パランティアのニュースなのだ。 CNBC によると AI データ分析企業のパランティアが2026年第1四半期の決算を発表して、売上高は16億3000万ドル、日本円でおよそ2400億円なのだ。予想を大幅に上回り、増収率は 85%、2020年の上場以来最速の成長なのだ。特に注目なのが内訳なのだ。米国政府向けの売上が前年比 84% 増で6億8700万ドル。これには米陸軍との10年間最大100億ドル規模の契約が含まれているのだ。さらに民間企業向けの米国内売上が 133% 増、純利益は前年の4倍の8億7000万ドルに達したのだ。 133% 増って倍以上じゃないですか。一般の製造業の感覚だと信じられない数字ですよね。パランティアって普段何をやってる会社なんですか？名前は聞いたことあるけど実態がよくわからなくて。パランティアはね、政府や軍向けのデータ解析 AI を作っている会社なのだ。例えるなら巨大なジグソーパズルを瞬時に完成させる専門家みたいなものなのだ。バラバラに存在する情報をつなぎ合わせて敵の動きを予測したり資源配分を最適化したりするのだ。 CEO のアレックス・カープは株主宛て書簡でこう言ったのだ。我が社の財務結果は同規模の全てのソフトウェア企業の実績をはるかに超えているとのことなのだ。ちょっと待ってください。従業員1人当たりの売上が年間1億5000万円。それって普通の日本企業の10倍以上じゃないですか。私が当事者だったら絶対この会社に転職したいです。マーケットウォッチが指摘していたのだが、パランティアは決算と同時に AI スロップという言葉を使ってライバル企業をバッサリ切り捨てたのだ。スロップというのは質の低い食べ物のことで、つまり市場に氾濫している低品質な AI という意味なのだ。これ日本の投資家にとっても直撃するのだ。今年の NISA 成長投資枠で AI 関連 ETF を買った人は要注目なのだ。パランティア株は2026年に入ってから約 40% 上昇しているのだ。2本目はアメリカのペンタゴン予算の話なのだ。ブレイキングディフェンスによると、ペグセス国防長官、統合参謀本部議長のケイン大将、そしてペンタゴン会計担当のハーストの3人が先週議会に呼ばれて予算戦略を説明したのだ。テーマは予算調整法案、つまり大幅な国防費増額の話なのだ。エグセス長官って確かトランプ政権の国防長官ですよね。議会で予算の説明をするって何か揉めてるんですか？それとこれって日本の防衛政策にも影響しますよね。鋭い着眼点なのだ。アメリカは今トランプ政権が推進する大規模減税と国防増額を同時にやろうとしていて、その財源をどこから捻出するかで議会と対立しているのだ。エグセス長官はこの予算調整法案を通すことで AI や無人機、核戦力の強化に大規模投資したいのだ。これが通るとパランティアのような防衛 AI メーカーに追加発注が来るのだ。つまり1本目のパランティアの話とつながっているのだ。日本への影響も無視できないのだ。アメリカが防衛費を増やすと日本にももっと自分で守れというプレッシャーがかかるのだ。日本は GDP の 2% を防衛費に充てると決めたけれど、その先の増額を求める声が出てくる可能性があるのだ。防衛関連株への影響も要注目なのだ。でも本当の衝撃は4本目のニュースに待っているのだ。3本目は宇宙の話なのだ。ナシオンと BBC によると、 NASA がアルテミス III に使うスペースローンチシステム SLS ロケットの中核部分をケネディ宇宙センターに搬送完了したと発表したのだ。高さ35メートル、液体水素と液体酸素のタンクを含む巨大な構造体で、これがロケットの背骨なのだ。アルテミス II って人類が再び月に降り立つミッションですよね。2027年が打ち上げ予定と聞いてますけど、ロケットの部品が今ようやく揃いつつあるということは本当に間に合うんでしょうか？正直スケジュールはかなりタイトなのだ。2027年中頃が目標だが、推進装置や輸送部品の技術的問題が複数残っているのだ。面白いのがこのミッション、スペース X のスターシップとジェフ、
ベゾスのブルー、オリジンの月着陸船の2つを候補に持っているのだ。つまりマスクとベゾスという世界最大の2人の富豪が月面競争をしているのだ。4本目は南アフリカのニュースなのだ。RFI によると、南アフリカで4月中旬から外国人、特にナイジェリア人への暴力が急増しているのだ。ナイジェリア人が2名死亡、130人が本国への帰還を希望しており、ナイジェリア政府は南アフリカ大使を召喚したのだ。南アフリカってアパルトヘイトを乗り越えた国というイメージがあります。なのに今も外国人への暴力が繰り返されているんですか？これって構造的に何が起きてるんでしょう？これは実は2008年から繰り返されている構造問題なのだ。南アフリカの失業率は 40% 前後と非常に高く、そのフラストレーションが外国人への暴力に向かうのだ。これはアパルトヘイト後に生じた経済格差の解消が進まなかった副作用なのだ。例えるなら、一つのパイを奪い合う人が増えた時、最初に標的になるのは、よそ者になりがちなのだ。ナイジェリア外相は今回の事態を絶対に容認できないと断言しているのだ。先輩の言う通りだと思います。でも正直、南アフリカの政府は毎回謝って終わりじゃないですか。外国からの投資も逃げているし、このままでは経済はさらに悪化する一方で、暴力の連鎖が断ち切れない気がします。私はこれ、単なる治安問題じゃなくて統治の失敗だと思うんですけど、先輩はどう見ますか？まさに鋭いのだ。南アフリカはアフリカ最大の経済圏だが、ANC 政権が30年以上続く中でインフラ投資が遅れ、腐敗も深刻なのだ。外国人への暴力は症状で、根本は制度的な格差放置なのだ。日本にとってはアフリカ市場への投資リスクを考える上でも他人事ではないのだ。日本企業の南アフリカ拠点も複数あるのだ。ここまでで3問、整理するのだ。パランティアの AI が文民ともに爆発的成長。ユーセス国防長官が防衛費増額を議会で正当化。ナサアルテミス III が月への最終準備。そして南アフリカでの外国人暴力の深刻化なのだ。そして5本目、今日の本命のニュースへ行くのだ。5本目、CNBC によると、SEC とイーロン・マスクが2022年のツイッター買収をめぐる証券法違反訴訟で和解に合意したのだ。マスクの信託が支払う罰金は150万ドル。日本円でおよそ2億1000万円なのだ。マスクの純資産が79兆円だから、これは彼にとって1億円の資産がある人が2500円払うくらいの感覚なのだ。ちょっとそれ、安すぎませんか？ SEC って普通もっと大きな罰金を課しますよね。マスクは2018年のテスラ件でも2000万ドル払いましたけど、あの時より圧倒的に軽い。トランプ政権になってから SEC が弱体化したという話、本当なんですかね？的確な指摘なのだ。2018年のテスラ券は2000万ドルだったのに、今回は150万ドルと13分の1以下なのだ。背景には、トランプ政権下で SEC の姿勢が企業寄りに大きく変化していることがあるのだ。マスクは以前から SEC を尊重しないと公言していて、今回の決着はその姿勢を正当化するものになったのだ。日本の個人投資家の視点で言えば、SEC が監視役として機能しにくくなると、米国株市場の情報の非対称性が高まるということなのだ。冒頭でパランティアの 85% 増収という衝撃の数字から始めたのだが、今日の5本に共通するテーマが見えてきたのだ。それは、AI と権力の集中、なのだ。パランティアは軍と AI をつないで急成長。エグセスはその予算を増やそうとし、マスクは SEC との和解で規制を実質無力化したのだ。月へ行くのもマスクとベゾスという超大富豪なのだ。世界の権力構造が国家から個人富豪とテック企業へ移行している最中なのだ。先輩、それって一般市民としてどう向き合えばいいんですか？パランティアに投資すべきなのか、SEC が弱体化した市場を信用していいのか、正直、不安と希望が両方ある気がします。先輩の個人的な読みも聞いてみたいです。僕の正直な見立てを言うのだ。短期で見れば AI 防衛株は強い。でも長期では、規制のない権力集中が必ずどこかで歪みを生む。というのが歴史の教訓なのだ。1ヶ月後のシナリオを言うと、パランティア株は第2四半期ガイダンス18億ドルが達成できればさらに上昇。羊たちなら急落のどちらかなのだ。SEC の弱体化については、来年の中間選挙の結果次第で揺り戻しが来る可能性があるのだ。今日の話で気になったニュースがあったら、
コメントで教えてほしいのだ。5本の中でどれが一番日本に影響すると思うか、あなたの意見を聞かせてほしいのだ。明日はマスクとオープン AI のサム、アルトマンが争う裁判、マスク V、アルトマンの続報を扱うのだ。チャンネル登録と高評価で待っていてほしいのだ。また明日、なのだ。